こんにちは。ゼロから宅建士第35回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は印紙税、登録免許税、贈与税を学びました。今回も第4部の税、その他の続きです。今回は譲渡所得の課税を学びます。不動産を売って利益が出た時の税金です。一緒にじっくり進めていきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく3つです。1つ目は譲渡所得の計算方法です。利益をどう計算するかを学びます。2つ目は長期と短期の区分です。所有期間によって税率が変わります。3つ目は居住用財産の特例です。3000万円の控除などを整理します。特例同士の関係も重要な論点です。数字を繰り返し確認していきましょう。最初に譲渡所得の意味を確認します。譲渡所得とは資産を売って得た所得です。土地や建物を売った利益がこれにあたります。土地、建物の譲渡所得には特徴があります。分離課税という方法で課税されます。給与などの所得とは分けて計算します。他の所得と合算しない点が特徴です。まず、この分離課税を抑えましょう。次に、譲渡所得の計算式です。収入金額から2つの費用を引きます。所得費と譲渡費用を差し引きます。さらに、特別控除を引いた額が課税対象です。取得費とは、その資産を買った時の費用です。購入代金や購入時の費用が含まれます。取得費がわからないこともあります。その場合は収入金額の 5% を使えます。譲渡費用は売るためにかかった費用です。仲介手数料などがこれにあたります。ここは長期と短期の区分です。所有期間の長さで税率が変わります。判定の基準日に注意が必要です。売った年の1月1日で判定します。その時点で5年を超えると長期です。5年以下であれば短期になります。実際に売った日では判定しません。あくまで1月1日を基準に数えます。この基準日は引っ掛けで問われます。1月1日という日付を押さえましょう。続いて、それぞれの税率です。長期と短期で大きく違います。長期譲渡所得は合わせて 20% です。所得税 15% と住民税 5% です。短期譲渡所得は合わせて 39% です。所得税 30% と住民税 9% です。短期の方が税率が高くなります。短い期間の売買を抑える趣旨です。長期20、短期39と覚えましょう。ここからは居住用財産の特例です。まず、3000万円の特別控除です。マイホームを売った時に使えます。譲渡所得から最高3000万円を引けます。自分が住んでいた住宅が対象です。この控除は所有期間を問いません。短期でも長期でも適用できます。住まなくなってからでも期限内なら使えます。住まなくなった年から3年目の年末までです。多くの人が使える大きな控除です。3000万円控除の注意点です。誰に売るかで使えないことがあります。配偶者や親子への譲渡には使えません。身内への売買を除く趣旨です。適用の回数にも制限があります。前年や前々年に受けていると使えません。つまり3年に一度が原則です。一方で所有期間の制限はありません。短期のマイホームでも控除できます。この点をしっかり区別しましょう。次に、居住用財産の軽減税率です。
所有期間が10年を超える場合に使えます。こちらも1月1日で判定します。税率が通常より低くなる特例です。3000万円を引いた後の金額に適用します。6000万円以下の部分は 14% です。6000万円を超える部分は 20% です。低い税率が使えるのは大きなメリットです。この軽減税率は3000万円控除と併用できます。2つを合わせて使える点が重要です。次に、居住用財産の画替え特例です。マイホームを買い替えた時の特例です。売った利益への課税を将来に伸ばします。非課税ではなく、課税の区延べです。税金がなくなるわけではありません。適用には厳しい要件があります。所有期間が10年を超えることが必要です。居住期間も10年以上が必要です。売る資産の対価は1億円以下に限られます。買い替えるカバにも床面積などの要件があります。ここが今日一番の重要ポイントです。特例同士の併用関係を整理します。3000万円控除と軽減税率は併用できます。所有期間が10年を超えれば両方使えます。一方で、画替特例は違います。画替特例は他の2つと併用できません。3000万円控除とは選択の関係です。どちらか有利な方を選んで使います。併用できる組み合わせを覚えましょう。ここは本試験で品種の論点です。特別控除は他にもあります。代表的なものを確認しておきます。土地が収用された場合の控除です。公共事業などのために売る場合です。この場合は最高5000万円を控除できます。居住用財産は最高3000万円でした。控除の金額を区別して覚えましょう。収容は5000万、居住用は3000万です。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は3000万円控除は5年超でないと使えないです。B は3000万円控除と軽減税率は併用できるです。C は顔替え特例は譲と益が完全に非課税になるです。少し考えてみてください。正解は B です。3000万円控除と軽減税率は併用できました。A は誤りです。3000万円控除は所有期間を問いませんでした。C も誤りです。買い替え特例は課税の区延べでした。今日のまとめです。譲渡所得の課税を学びました。収入から費用と控除を引いて計算しました。長期と短期は1月1日で判定しました。長期は 20%、短期は 39% でした。マイホームには3000万円控除がありました。10年超なら軽減税率も使えました。この2つは併用できました。画替特例は他と選択の関係でした。併用の関係をしっかり覚えましょう。お疲れ様でした。今日は譲渡所得の課税を学びました。特例の併用関係を整理しておきましょう。次回からはその他の分野に入ります。第36回は地価工事と鑑定評価です。土地の価格の決まり方を学びます。税は得点源にしやすい分野です。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。